導入。なぜ日本の職場は外国人にとって不思議なのか。こんにちは。今日のテーマは日本の職場文化についてです。日本で働いたことのある外国人の多くが最初に感じるのは、何このルール？みんななぜ黙ってるの？もう定時なのになんで帰らないの？日本の会社では表に見えるルールだけでなく、目に見えない空気のルールがたくさんあります。そしてその空気は時に本音よりも強く、時にマニュアルよりも厳しく、時に働きやすさを超えて我慢文化にもつながっているのです。外国人にとっての日本企業あるある。例えば、こんなことを経験した人はいませんか？会議で発言しようとしたら、周りが上司に今日の仕事終わりましたと言ったのに、もう少し様子を見て同僚たちは忙しそう。でも実際は帰るタイミングを見てるだけ。飲み会の誘いを断ったら、なんとなく距離を感じるようになった。どれもルール違反ではない。でも、なんとなく浮いてしまうことがある。日本企業はルールより空気で動く？日本では多くの企業が明文化されていないルールで成り立っています。例えば、新人は先に帰らない。会議では反対意見を出しすぎない。帰りますとは言わず、静かに空気を読む。飲み会は仕事のうち。これらは就業規則には書かれていません。でも、守らなければ空気が読めない人扱いされてしまうのです。外国人にとっては、これがとても不思議でストレスになることもあります。この動画でわかること。この動画では、日本の職場文化を8つのテーマに分けて優しく解説していきます。なぜ残業が当たり前なのか？なぜ会議で誰も意見を言わないのか？飲みニケーションはなぜ必要なのか？上下関係ってどこまで大事なの？外国人はどうすれば馴染めるのか？日本の働き方に違和感を感じたことがあるあなたへ。この動画を見れば、なんでそうなるの？が、なるほど、そうだったのかに変わるはずです。そしてこの動画の目的。私たちは日本の職場文化を正しいか間違っているかで判断しません。その代わり、なぜそうなっているのかを一緒に考えたいのです。日本人にとっては当たり前でも、外国人にとってはびっくりなことがある。でも、そこにはちゃんと理由がある。その理由を知れば、日本人との距離はぐっと縮まります。そして、日本社会で働くあなたの毎日が少しだけ楽になります。これがこの動画の導入部分です。次の章からいよいよテーマ1コロン、日本企業の構造と上下関係に入っていきます。第1章、日本企業の構造と上下関係。日本の会社で働くとまず気づくのは上下関係の強さです。新入社員は先輩に敬語を使い、上司には頭を下げ、年齢が高い人が優先される。そんなに上下関係が大事なの？年齢や役職だけでどうしてそんなに差があるの？多くの外国人が最初に感じる違和感の一つです。でも、その背景には日本社会ならではの歴史、教育、そして
はの考え方が深く関わっています。年功序列ってまだあるの？日本には昔から年功序列、年功序列という考え方があります。これは年齢や勤続年数が長いほど立場や給料が上がるという仕組みです。最近では少しずつ変わってきていますが、多くの会社では今でもこの文化が残っています。つまり、若い人がいくら優秀でも上司を飛び越えて意見を言うのは難しい。仕事の能力よりも空気を読む力や協調性が評価されやすい。黙ってついてくる部下が良い部下とされることもある上司絶対ではないけど、外国の企業では上司でもフラットに話せる文化があるところが多いです。でも日本では、たとえフランクな職場でも、上司の前ではきちんと敬語を使う会議では上司の意見をまず聞く、ミスを指摘するときも遠回しに言う、このような目上を立てる文化が根強く残っています。これは単なるルールではなく、相手を立てて関係を壊さないための工夫でもあるのです。上下関係はマナーでもある。日本の会社では上司や先輩との関係において礼儀がとても重視されます。例えば、会話の最初と最後によろしくお願いします。お疲れ様です。報告や相談の時はよろしければ、差し支えなければと前置き。メールでもいつもお世話になっております。ご確認くださいませなどの丁寧語。これは面倒に見えるかもしれませんが、日本人にとっては相手への敬意を表す大事な要素です。どうしてこうなったのか？この上下関係文化の背景には、日本独特の価値観があります。1、集団主義の文化。日本では個人よりもチームや全体の調和が大切とされます。上下関係はその中で役割をはっきりさせるための仕組みでもあるのです。2、長い歴史の影響。武士の時代から上の人に逆らわない、礼を尽くすという考え方が続いてきました。それが現代の職場にも少しずつ受け継がれているのです。3、トラブルを避けるため、日本ではオープンに議論して対立するよりも、角を立てずに関係を保つことが優先されます。上下関係をはっきりさせることで摩擦を減らしているのです。外国人が感じる癖。日本の会社で働く外国人はよくこう感じます。上司が間違っていると思っても言えない。仕事の効率より礼儀の方が大切にされる。上司に相談するとき、言葉を選びすぎて疲れる。これは決してあなたが悪いわけではありません。日本の職場文化では、まず関係を大切にしてから内容に入るという順番が重視されているのです。少しずつ関係を築くことが大事。じゃあ、外国人としてどうすればいいのか？いきなり対等な関係を目指すのではなく、まずは敬意を持って接することを心がけてみましょう。敬語を使ってみる、相手の話を最後まで聞く、最初は遠慮しても少しずつ自分の意見を伝えていく。そうすれば、日本人もこの人は信頼できると思い、自然とフラットな関係に近づいていきます。まとめ、上下関係は壁ではなく距離の取り方。日本企業における上下関係は
確かに最初は遠い、堅苦しいと感じるかもしれません。でもそれは相手を大切にするための礼儀であり、関係をスムーズにするための工夫でもあるのです。外国人としては、なぜこんなに上下関係があるのかと考えるより、どうしたらその中で自分らしく動けるかを探すことがきっと助けになります。第2章、なぜみんな定時になっても帰らないのか。あなたは日本の会社で働いていて、こんなことを感じたことはありませんか？もう定時なのにみんなまだ仕事してる。帰っていいよね。でも誰も帰らない。上司がまだいるから帰りづらい。そう。日本の職場にはなぜか帰れない空気があるのです。この章ではその理由と背景をわかりやすく説明していきます。定時は終わりの時間じゃない？日本の会社では定時仕事が終わる時間と考える人は少ないです。多くの人にとって定時とはまだ帰ってはいけない雰囲気が始まる時間という印象があります。その理由の一つが周りとのバランスを気にする文化です。自分だけ先に帰るとやる気がないと思われるかも。上司がまだ働いているのに帰るのは失礼かもしれない。他の人も帰らないからなんとなく帰れない。このように誰かに迷惑をかけないようにという気持ちが帰りづらさを生み出しているのです。残業努力だと思われることも昔から日本では長く働く頑張っているという考え方がありました。今では少しずつ変わってきていますが、まだ多くの職場では早く帰る人、マイペース、遅くまで働く人、責任感があるというイメージが残っています。つまり、たとえ仕事が終わっていても少し残っていた方が真面目に見えることもあるのです。本当にみんな忙しいの？実は定時後のオフィスではパソコンをなんとなく見ている人、メールを整理している人、スマホを触っている人も多く見られます。つまり仕事があるから帰れないわけではなく、帰っていいかどうか空気を読んでいる場合も多いのです。特に新人や外国人にとっては、この空気を読む時間がつらいかもしれません。生産性より協調性？外国の会社では、効率よく仕事を終わらせて早く帰ることが評価されることが多いです。でも日本では、チームの動きに合わせる上司の帰るタイミングを見て動く、一人だけ早く帰らないというように、周りに合わせることが大切にされる職場が多いのです。それは仕事のスピードや成果だけではなく、情の調和を重視する文化だからです。帰りたいと言えない雰囲気では、なぜこんなに遠慮してしまうのでしょうか。理由の一つは、相手の気持ちを考えすぎること。自分が帰ったら他の人が気まずくなるかも。上司がなんで帰るの？と思うかも。やる気がないと思われたらどうしよう。こうした心配が帰りますという勇気をなくしてしまうのです。最近は働き方改革も進んでいる。もちろんすべての日本企業がこうではありません。近年では働き方改革、働き方改革という取り組みによって定時退社を進める会社、
残業を禁止する部署、フレックスタイム制を導入する企業も増えてきました。少しずつ、早く帰るのが悪いことではないという意識も広がっています。外国人としてどうすればいい？では、外国人としてこの文化にどう対応すればよいのでしょうか？おすすめの方法は1、仕事が終わったら一度上司に声をかける例、本日の業務は終了しました。退社してもよろしいでしょうか。2、チームの様子を少しだけ観察する。毎日ではなくても、時々周りに合わせて残るとバランスが取れる。3、残るよいではないと伝える。日本人の同僚に自分の国では効率を大切にすると説明するのも一つの方法です。まとめ、帰りにくさは文化の違いから定時に帰るのが難しいのは、日本人が他人の気持ちを優先する文化を大切にしているからです。それは決してあなたを責めているわけでも、早く帰るなと言っているわけでもありません。ただ、あなたがどう行動するかを周りが見ているのです。だからこそ、少しの配慮と一言の声かけで、あなた自身も、そして同僚たちも気持ちよく帰れるようになります。無理に合わせる必要はありません。でも、この文化にはこういう理由があると知っておくことで、あなたのストレスはきっと減るはずです。本章では、日本企業における会議で誰も発言しない、事前に決まっていることを会議でするなど、外国人が戸惑う日本式会議の文化と、その背景にある根回しという慣習を優しい口語調でわかりやすく解説します。第3章、沈黙の会議文化と根回しという不思議な習慣。日本の会社で初めて会議に出たとき、こう思ったことはありませんか？誰も意見を言わない？質問しても後で話しますって言われた。あれ？もう結果は最初から決まってるの？そう。日本の会議には、話し合う場というよりも、発表の場、確認の場という性質が強いのです。その背景には、根回し、根回しという日本独特の文化があります。会議なのになぜみんな黙ってる？外国の会社では、会議中に活発に意見が出るのが普通です。アイデアを出し合い、その場で議論して結論を出す。でも日本の会社では発言する人が少ない、上司が話してみんながうなずくだけ、会議中に反対意見を言う人はほとんどいない。このような静かな会議が多く見られます。なぜ意見を言わないのか？理由は一つではありませんが、主に次のような背景があります。1、空気を乱したくない、会議中に反対すると雰囲気が悪くなる、遠慮する。2、上司の顔を立てたい。上司が出した案に反対するのは失礼かもしれない、黙る。3、その場で決めることではない、実はもう事前に話が終わっていて、会議は発表だけ意見を言うタイミングではない。このように日本の会議ではその場では言わないことがマナーになることすらあるのです。根回しって何？根回し、根回しとは、日本の職場文化を理解する上で非常に重要な言葉です。簡単に言うと、会議の前に関係者と非公式に相談、
確認をしておくこと、つまり会議を開く前に上司に相談する。他部署に説明しておく可能性のある反対意見を先に調整する。こうして会議の場で反対が出ないように準備しておくのが根回しです。なぜ根回しが大ごとにされるのか。これは木を植えるときに根っこを先に整えると木がうまく育つという意味から来ています。職場ではいきなりアイデアを出して混乱させない。事前に説明することで相手の安心感を得る。反対されにくいように土台を整える。こういった目的で使われます。つまり日本の会議はその場の議論より事前の準備が重視されているのです。外国人が感じるモヤモヤ。この文化に慣れていない外国人はこう感じることがよくあります。せっかく会議なのに誰も何も言わない。その場で反対したら空気が悪くなった。話し合いじゃなくてただの報告会じゃないの？でも実は日本人にとっては会議中に意見が出ないうまく準備された会議という考え方があるのです。外国人としてどう対応すればいい？では、日本式の会議文化にどう向き合えばいいのでしょうか？以下のポイントがおすすめです。1、会議前に上司や同僚に相談しておく。自分の意見を先に伝えると会議で話しやすくなる。2、会議では共感プラス提案スタイルを意識する。例の案はとても良いと思います。その上でもう一つこんな方法もどうでしょうか。3、いきなり反対せず、後で個別に話すのも手段。会議後に、さっきの案についてちょっと相談したいです、と声をかけてみる。根回しは悪いことではない。根回しと聞くと、裏でこそこそ動いてるように聞こえるかもしれません。でも実際には、周囲への気配り、衝突を避ける努力、協力を得るための事前準備というとても日本らしい優しさの形でもあります。まとめ、会議の本番は会議前。日本では会議というのは話し合う場ではなく、最終確認の場になることが多いです。だからこそ、会議中に黙っていても、その前にどれだけ丁寧に説明したかが鍵になります。外国人にとっては、ちょっとまどろっこしい方法かもしれません。でも、こうした間接的な調整こそが、日本の衝突を避ける文化、気配りの文化を支えているのです。第4章、ノミニケーションは本当に必要なのか？日本の会社で働いていると、こんな経験はありませんか？今週また飲み会がある。断ったらなんとなく雰囲気が悪くなった。仕事が終わったのになぜまた仕事のような時間が続くの？そう、これはいわゆるノミニケーション、飲み屋プラスコミュニケーションという日本の文化です。ノミニケーションとは？ノミニケーションという言葉は、飲む、飲む、コミュニケーションを組み合わせた日本独特の造語です。意味は、飲み会を通して職場の人間関係を深めようとすることです。上司、同僚、部下と一緒にお酒を飲みながら、普段言えない本音や悩みを話す。そんな非公式な時間が日本の職場ではとても大切にされてきました。
なぜ仕事の後にまた集まるの？外国人にとっては、仕事が終わったら自由時間という感覚が強いですよね。でも日本では、仕事の後こそ本音が出ると考える人が多いです。理由の一つは、会社では敬語や上下関係がある、飲み会ではリラックスして話せる、本音を聞けるのはお酒の席だと思っている。つまり、日本人にとっては、飲みや本音の場、信頼関係を作る場でもあるのです。でも、それって強制じゃないの？本来、飲み会は参加は自由のはずです。でも現実には上司に誘われたら断りにくい、周りがみんな行くから自分も行く、行かないと付き合いが悪いと思われるかも、そんな空気が特に昔は強くありました。最近ではだんだん自由参加が当たり前になってきましたが、まだまだ誘われたら行くのが礼儀という職場も少なくありません。上司と飲む時のマナー。日本の飲み会にはちょっとしたルールがあります。例えば、上司より先に座らない、上司のグラスが空いたら声をかける、注ぐのは無理にしなくて OK。自分からお疲れ様ですと挨拶する。飲めない人は無理に飲まなくていい、でも空気を読んで参加はする。これらはすべて気遣いの文化です。敬意よりも一緒の場にいることが重視されます。飲み屋って楽しいの？面倒なの？正直なところ、楽しんでいる人もいれば、面倒だと感じている人もいます。お酒が好きな人、ストレス解消の場、上司に気を使う人、第二の仕事見たい、家族と過ごしたい人、貴重な時間が削られる。つまり、すべての日本人が飲みニケーションが好きというわけではありません。でも、本音で話せる数少ない時間として、今でも大切にしている人は多いです。外国人としてどう付き合うべき？飲み会の文化に無理に合わせる必要はありません。でも、うまく付き合うコツはあります。ポイント1、最初の1から2回は言ってみる。どんな雰囲気かを知るだけでも安心感が生まれます。ポイント2、飲めなくても笑顔で参加。飲めないことを正直に伝えれば、無理に飲まされることはありません。ポイント3コロン、1時間だけ参加して帰るも OK。最初の乾杯だけ出て、用事があるので、と抜けても失礼ではありません。大事なのは、気持ちはあるよという姿勢を見せることです。飲みニケーションは雑談のチャンスでもある。実は飲み会には仕事の話以外ができるチャンスでもあります。趣味の話、家族の話、昔の失敗談、こういう人間らしい一面を知ることで、日常の仕事も少しやりやすくなります。だから完全に拒否するより自分なりのスタイルで関わってみるのがベストです。まとめ、飲み会信頼構築の道具だった時代、日本では長い間、飲み会が信頼関係を作る場とされてきました。それは確かに一面では正しいですが、時代も働き方も考え方も変わってきています。だからこそ無理に合わせるのではなく、どうすれば気持ちよく関われるか？自分はどういう距離感がちょうどいいか？そう考えることが今の日本職場でうまくやっていくコツです。第5章、年功序列と昇進のリアル、
日本の職場にいるとよく聞く言葉があります。この人、なんで役職についてるの？年齢が上だからってだけじゃない？若い人の方が仕事できるのに。そう。これは年功序列、年功序列と呼ばれる日本特有の制度と関係しています。この章では年功序列とは何か、どうして今も残っているのか、そしてそれが昇進にどう影響しているのかを分かりやすく説明していきます。年功序列ってどういう制度？簡単に言うと、年齢や勤続年数が長いほど給料や役職が上がる仕組みです。つまり入社してからの年数が多い人が昇進しやすい、年上の人がリーダーになりやすい。成果よりもどれだけ長く会社にいるかが重視される。これは昭和の高度経済成長期に広がったシステムで、当時の日本にとっては理にかなっていました。なぜ昔は年功序列がうまくいっていたの？理由はシンプルです。終身雇用が当たり前だった。転職する人が少なかった。景気がよく、給料も毎年少しずつ上がった。上司も部下も同じ会社でずっと働くという前提があった。そのため、会社としても、若いうちは我慢して、コツコツ働けばいずれ報われる。というメッセージを出すことで、安定した組織を作ることができたのです。でも今の時代に合ってるの？現代では働き方も価値観も大きく変わっています。転職は珍しくない外国人社員や女性管理職も増えてきた。スキルや成果で評価される会社が好まれる。そのため、年功序列に対する不満や疑問も増えています。例えば、年上の上司が指示できないのに席だけ偉い。若手がどんなに努力しても出世は何年も先。成果を出してもまだ若いからで評価されない。こうした声は特に20代、30代の社員や外国人社員からよく聞かれます。昇進の基準って何で決まるの？日本の会社では昇進の基準が明確でないことが多いです。例えば何を達成すれば主任になれるのか？リーダーになるには何が必要か？部長になるには何年必要か？こういった情報がはっきりとオープンにされていない場合が多く、とりあえず年を取れば上がると感じる人もいます。これは輪を乱さない、全体のバランスを考える日本企業の文化とも関係しています。なぜ能力主義にすぐ切り替えられないのか？日本でも成果主義、実力主義を導入しようとする動きはあります。でも、すぐには難しい理由もあります。1、若手が偉くなるとチームの空気が悪くなる。年上の部下がプライドを保てなくなる。2、公平な成果の評価が難しい上司の主観に左右されやすい。3、我慢してきた人のモチベーションが下がる。長く働いてきた人が報われなくなる。このような理由で、完全な実力主義には切り替えられない企業も多いのです。外国人が感じる違和感。日本の会社で働く外国人は、こんな違和感を感じることがあります。仕事はできるのに立場が上がらない。結果を出しても、まだ早いと言われる。発言しても、年上の人が優先される。これは、能力よりも年齢、経験、
会社への貢献度が重視されやすいという日本独自の価値観が影響しています。外国人としてどう対応すればいい？まず大切なのは怒らないこと。なぜそうなっているかを理解することで対処法も見えてきます。方法1、自分の実績を見える形で伝える。数字や成果、社内での貢献を分かりやすく説明することが大切。方法2、信頼関係を丁寧に積み上げる。急に目立つより、信頼されてから認められるのが日本流。方法3コロン、外部で実力を認められる、経験を作る、社外の資格、登壇、プロジェクトで評価を得ると、社内でも発言力が増す。まとめ、年功序列は不合理でも日本らしさの一つ。確かに年功序列には今の時代に合わない部分も多くあります。でも日本企業にとってはそれが安定、安心、協調を生み出す仕組みでもあったのです。あなたが外国人として働くならどうしてと疑うだけでなく、どう使うと考えてみることも一つの選択です。あなたの力は必ず誰かが見ています。焦らず確実に信頼と実績を積み上げていきましょう。第6章、外国人はどうやって見えない壁を乗り越えるのか。日本の会社で働く外国人がよく口にする言葉があります。なんとなく仲間に入れてもらえない気がする。仕事では話すけど、プライベートの距離が遠い。頑張っても外の人って感じが消えない。そう、これは見えない壁です。表面的には優しい。笑顔で接してくれる。でも、なぜか心の距離が縮まらない、そんな経験ありませんか？この章では、日本企業で外国人が感じやすい無意識の境界線について、その背景と乗り越え方を一緒に考えていきます。その壁はどこから来るのか？まず、誰も悪気があるわけではありません。でも日本には、グループの内と外を意識する文化があります。例えば、同じ部署の中でも、正社員、派遣社員、男女などに分かれやすい一度できたグループは、なかなか形が変わらない。新しい人を迎えるときも、最初は様子を見る時間が必要。つまり、日本人の多くは、関係を作るのに時間がかかるタイプなのです。外国人が感じる距離感。たとえ毎日同じ職場で働いていても雑談に入れない、昼食に誘われない、飲み会の話が自分だけ知らされていなかったというようなちょっとした孤独を感じることがあります。これは日本人が遠慮と空気を読む文化の中で、どう声をかけていいかわからないという不安を感じている場合もあるのです。なぜ外国人には話しかけにくいのか？日本人が外国人に対して壁を感じる理由は以下のようなものです。1、言葉が通じるか不安、自分の英語、外国語に自信がない。2、文化的な違いが怖い。自分の言動で相手を不快にさせたくない。3、話しかけていいタイミングがわからない。シャイな性格で自分から行く勇気がない、つまり興味がないのではなく、どう関わっていいかわからないというのが本音なのです。壁を壊すためにできること、それでは
外国人としてこの見えない壁をどう乗り越えればよいのでしょうか。以下のようなアクションがおすすめです。方法1、自分から一言軽く話しかけてみる。例、今日のお昼って何かおすすめありますか？小さな雑談が信頼関係のスタートになります。方法2、挨拶とお礼はしっかり伝える。日本人は礼儀をとても大切にします。明るいおはようございますだけで印象がぐっと良くなります。方法3、共通の話題を見つける趣味、天気、食べ物など簡単なトピックで共通点を作ると話しやすくなります。焦らないことが最大のコツ。日本人の多くはすぐに心を開くタイプではありません。でも時間をかけて信頼関係を作ると、一度つながった関係は長く続くという特徴があります。だからこそ無理に距離を詰めようとしない。ちょっとずつ自分のことを伝えていく。相手の反応を見ながら丁寧に関係を築く。これが日本の職場で壁を越えるための一番の近道なのです。職場の人間関係、一緒に戦う仲間。日本では職場第二の家族と考える人も多いです。だからこそ慎重に関係を築こうとする人が多いのです。でもあなたが信頼される存在になれば、困った時に助けてくれる、自分のことのように考えてくれる。そうやって壁は少しずつ目の前から消えていきます。まとめ、壁はそこにあるのではなく、自分で壊せるもの。日本で働く外国人が感じる見えない壁は、本当はお互いの心の距離に過ぎません。誰かが声をかけることで、誰かが一歩近づくことで、その壁は少しずつ柔らかくなっていきます。あなたの行動が小さなきっかけになります。言葉が完璧じゃなくても、文化を全部知らなくても、分かり合いたい、仲良くなりたいという気持ちはきっと伝わります。そして伝わったとき、あなたはもう外の人ではなく仲間になっています。第7章、日本の会社で自分らしく働くための心のヒント。ここまで日本の職場文化についてさまざまな角度から見てきました。上下関係が厳しい。定時に帰りにくい。会議が静かすぎる。飲み会が義務みたい。外国人には見えない壁がある。正直疲れる。日本の会社、やっぱり向いてないかも。そう感じた人もいるかもしれません。でも大丈夫です。ここでは無理せず、孤立せず、自分らしく日本で働くための心の持ち方とコツをお話しします。コツ1、完璧を目指さない。日本の職場は丁寧さや正確さを大切にします。でも、それは外国人にも同じように完璧を求めているわけではありません。むしろ、日本人の多くはこう思っています。日本語も文化も違うのによく頑張ってるな。少しずつ慣れてくれればいい。だから自分にプレッシャーをかけすぎないでください。敬語が間違っても大丈夫。ルールを知らなくてもちゃんと説明すれば大丈夫。少しずつ覚えていけばいいのです。コツに信頼を急がずに作る。日本人との関係づくりは時間がかかるものです。でも時間をかけてできた関係は深くて長く続きます。
だからすぐに打ち解けなくても落ち込まない小さな雑談や挨拶から始めてみる。無理に仲良くなろうとせず、自然な距離を大切にするこの待つ姿勢が信頼を生みます。骨産コロン、伝えようとする気持ちが大切、言葉がうまく出てこないとき、焦って黙ってしまうことがありますよね。でも、日本人はあなたの気持ちや努力を見ています。一生懸命話そうとするメモを見ながらでも説明してみる。ジェスチャーや簡単な単語でも伝えようとするそういった姿が、この人ともっと話したいと思わせてくれるのです。コツ4、文化を理解しながら自分の文化も大切に日本のやり方になれるのは大事なことです。でも、それと同時に自分らしさや自分の文化も大切にしてください。例えば、自分の国ではこうしてますと共有する。違う意見があっても冷静に伝える。私はこう考えますと自信を持って話す。それが日本人にとっての学びになることもあるのです。骨語、わからないことは聞いていい、日本では迷惑をかけないようにと思ってわからないことをそのままにしてしまう人が多いです。でも実は、質問してくれて助かった。わからないまま進まなくてよかった。と思っている日本人はたくさんいます。こんなこと聞いていいのかなと迷った時こそ、聞くことで信頼されることがあります。骨録、仕事だけが人生じゃない。もし日本の職場で疲れてしまったら、休んでいい、誰かに話していい。別の会社に行ってもいい、我慢することだけが正解ではありません。あなたの心と体が元気でいることが一番大切な仕事のスキルです。まとめ、自分らしさはゆっくり育てていけばいい。日本の職場文化には確かに独特な部分があります。でも、少しずつ慣れること、無理しないこと、つながる努力をやめないこと、これらを大切にすれば、あなたは日本で働ける外国人ではなく、チームの一員になれます。完璧よりも、誠実に、早く馴染むよりも、丁寧に距離を縮める。そうやって、あなたらしく、日本で働ける未来を一緒に作っていきましょう。第8章、まとめ、違いを知ることで働くことが少し楽になる。ここまで日本の職場文化について7つのテーマを通して見てきました。厳しい上下関係、なぜか帰りづらい定時後の空気、静かな会議と根回し、文化、ノミニケーションの意味と現実。年功序列と昇進のリアル、見えない壁とその正体、外国人としてどう自分らしく働くか。きっとたくさんのなるほどとやっぱりがあったと思います。わからないは理解の始まり。日本で働くとどうしても戸惑うことがあります。でも、その違和感はあなたが違うからではありません。それは文化が違うというだけのこと。言葉やルール、価値観が違うからこそ、最初はと思うのが自然です。でも、そのを放置せずに、なぜと考えたあなたは、すでに一歩踏み出しています。正解は一つじゃない。日本のやり方がすべて正しいわけでも、あなたのスタイルが間違っているわけでもありません。大切なのは、
お互いに歩み寄ろうとする気持ち。違いを否定せずに観察すること、壁を感じたとき、優しくノックしてみる勇気、そうすることで、あなたはただの外国人ではなく、このチームの大切な一員になれるのです。働く場所が安心できる場所になりますように。職場は人生の多くの時間を過ごす場所です。だからこそ、緊張ばかりの毎日ではもったいない。文化が違っても、言葉が完璧じゃなくても、笑顔、挨拶、共通の目標、それだけできっと心は近づきます。あなたが心からここで働いてよかったと思える日が来ることを願っています。次回予告パイプ第3週テーマ、日本人の家庭とプライベートの本音。職場を理解したら、次はプライベートへ。次回のテーマは、日本人の家族観、結婚観、そして一人の時間の大切さ。なぜ日本人は家族の話をあまりしないのか？結婚、出産に対する価値観の変化、一人が好きと孤独が苦手のバランス。外国人と日本人のプライベートな付き合い方の違い、仕事では見えない日本人の心の深いところを一緒に覗いてみましょう。最後にあなたの経験もぜひ聞かせてください。あなたが感じた日本の不思議や職場の違和感、この動画を見ての気づきや共感。よかったらコメント欄で教えてください。あなたの声がきっと他の誰かの安心になります。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。